あの、じゃあ自己紹介頼む。とりあえず。軽く、浜で。軽くでいい。パーって。はい。こんにちは。浜野純喜です。はい。ご紹介は、京都生まれ、京都育ち、卒業は、アメリカのオレゴン大学です。急に飛んだな。高校時代。軽く、軽く。中高校途中まで京都の公立高校行ってて、で、途中で留学して、で、アメリカ。そう、1年アメリカ留学して、高校留学。うんうんうん。でもまだまだアメリカ降りたいなって思ったから、そうね。アメリカのカリフォルニアの短期大学に進学して、で、そこから編入でアメリカのオレゴン大学に行って、2020年6月に無事卒業しました。おめでとうございます。あっ僕ら2人はね、中学校、小学校の時から、小学校、小中から、小中で知り合いでね、僕が高校の時に唯一その高校唯一じゃないけど、何人かいるうちの高校留学したうちの一人ですね。はい。ってことで、今日はね、動画の中でアメリカの就活とか、それ日本の就活とか、そういう話をしていきたいと思ってます。専攻はさ、何やったっけ？専攻はスポーツビジネスになるのよ。スポーツビジネス。スポーツマーケティング、まあそんなんや。マーケティング。じゃあアメリカの大学3、4年でその専攻がっちりやるって感じだな。そうやね。なるほど。OK。んで、就活のところ行こうか。どんな感じなの？タイムスケジュール的には。タイムスケジュール的には、2020年の6月卒業っていうところを、目標にやってて、で、2019から20年に入るその冬休みに、そこまで授業が忙しかって、だからでもそこからでも全然アドバイザーとかと話してて全然いけるっていう感じだったから、一旦そこまで勉強してて、でそこからのプランは、1月から3月でとりあえず情報収集。どういうとこ？アメリカで就職しようと思ってた。そう。どの分野でとかあるの？そうやね。それ言わんとね。僕はスポーツ業界に入るために、オレゴン大学行ったし、もっと遡ればアメリカ留学したっていうところがあって、で1月3月そう、スポーツ業界働きたくて、オレゴン大学で勉強してて、で、卒業までのスケジュール的には、1月から3月で情報収集して、どの会社のいつまでにアプライせんとあかんとか、全部調べて、で春休みにこうガーッとやり始めて、で4月から6月はもう単位的にあんまり授業楽やったから、それもずっとこう就活に使ったり、なんかインターンとかそういうの使ったりしようって思ってて、でビザの関係から、なんか夏休みとね、6月以降も、変な専攻に関係してんねんけど、卒業にはあんま関係ないような授業を取っておけば、ビザっていつまでもこう延期できるというか、だから就職その4月から6月の間に決まらなくても、夏休みの間また授業を1つ取ってこう延長して就活続ける。それでも無理やったら9月から12月までまた授業を取って、でそこで就活続けるっていう、ほぼ1年くらい猶予あるプランで、スポーツ業界って結構、アメリカのいろんな見たら分かると思うけど、結構ドリームジョブで、競争率高いから、それくらい1年くらい就活期間見てやろうと思ってたんですが、
春休みのところでこう思いっきりコロナ食らって、そうでこうテストが3月はテストがあって、春休みに入るって感じやねんけど、そのテストのほんま2日前とかにコロナやばいってなって、で前日にもう全部シャットダウンってなって、テストとかもなんかオプショナルになったりして、でみたいな。で春休みなんかファックコロナとか言ってパーティーとかしてたけどガチでみんな帰り始めてでもマジで誰もおらんくなって周り。でも卒業の単位取らんとあかんから俺日本帰るわけにもいかんくて、そうアメリカの予定狂ったわけやそこで。そうでもやっぱ日本で就活するとか全く考えてなかったからそれまで、そのどうにかこうアメリカで就職できひんかなって模索して、なんか職種としてはどんな感じだったんです？スポーツに関わるってなんかまあいろいろあるやん。ああなるほど。一番、その狙ってた理想は、バスケットボールとか、こうまあメジャーとかのフロントって言われる、なんかいわゆるチケット売ったり、なんかね、まあ選手たちのファンサービスとかをこう運営したり、まあいろいろやね、ほんまに、そういうのをこうスポーツチームの裏方で働こう。スポーツチームに就職するっていうのが一番の理想やったって感じ。そう。けどまあコロナってもう言うたらスポーツ業界一番打撃受けてんのよ。できんかった。そう。で、なんだっけ、スポーツ業界一番受けてて、そうで、アメリカのその、なんだっけ、アンエンプロイメントレイトってなんだっけ、失業率か。失業率もえぐいことになってさ、コロナで。今もやばいやな。そう、今もやばいねんけど、髪の毛やばいやと、俺も。何パーやったっけ、失業率。失業率何パーちょっとググって、そこは。出しといて、ここら辺に。出しとくか。OK。そう。えぐくて、で、なんかアメリカ政府は、こう、アメリカ人を雇ったら補助金会社に出しますって、まあ当然、失業手当みたいな。で、もともとさ、こう、英語もわからんくて、で、外国人雇用するって言ったら、会社、ビザの手続きとかもせんとあかんからさ、もともとまずハードル高いんよ、普通のアメリカ人より。やのに、なんかスポーツインダストリー、結構競争率高いやん。それに、コロナでスポーツの営業とかさ、未来のあれやん、利益不安定で、さらに、失業率えぐいことになってさ、もう無理やったんよ、言うて。マジで食らったな。そう。で、どんだけ頑張っても、卒業してまうと、3ヶ月しかおれへんくなんのよ、アメリカに。その時点でさ、H1 ビザやったっけ？ 1 年間入れるビザは無理やった。その時は、まあ残れてんけど、1年。残れた。そうけどもう学校やってへんし、1年リモートなるし、で特になんかオレゴン大学すごいのが、こうスポーツめっちゃ有名で、なんかスポーツのじゃあ例えば会場行くだけでも学ぶこといっぱいあったり、あとそういったその業界に働きたいっていう人にはいろんなボランティアとかさ、インターンする機会があってんけど、それも全部なくなったからもういる意味ないなみたいな。で、そういろいろ相談とかした結果、日本戻ろうってなって、で6月卒業して秒で戻ってきて、で就活を日本で始めたというところですね。なるほどね。ごめん、まとまってなくて。いやだいぶまとまってたよ。6月に帰ってから
どんな感じで全然準備しなかったわけよ、日本の就活って。どんな感じで進めてった？これはでも全然参考ならんかもしれんけど。まあでもリアルなところを。でもリアルなところで言うと、まず空港で PCR 受けんのよ。で、2週間家出たらあかんのよ。あれね。だから6月10日とかに帰ったけど、なんか電話番号ないととにかく何にもできひんから。そっか。そう。もうリアルな話、6月25とかくらいまで、おったけど何もできてなくて。そう。で、調べたりはできてたけど、で、電話番号をゲットした瞬間もこう調べてたところ全部電話して。そう、アプライ。いや、なんか電話するんじゃなくて、あれ、電話番号がいるんよ、とにかく。アプライするのに。そう。だから、こう、調べといて、2週間の間に。電話番号ゲットした瞬間、アプライしまくって、でもそう、どんな、仕事、会社あるのかも分かってへんから、で、その段階ではさ、そのスポーツでまだ見てた？それとも他のところ？その時は他やね。そうなの。もう理解スポーツは無理やなって思って。そう、やっぱコロナで大打撃やし、あと、なんか日本に戻ったら、なんかもうちょっと広く見てもいいんかなみたいな。なるほど。アメリカやったからもうスポーツが好きやからスポーツしか見てなかったけどって感じ。やし、やっぱりアメリカおるとこう制限あるっていうか、特になんかじゃあやりたい仕事がこの世に100個あるとするやんか、アメリカに。今日多分さ、アメリカ広すぎたりさ、コネもないし、で一人で調べられる量って少ないから、頑張っても100のうち多分さ、10くらいしか探し出せへんのよ。だから、頑張って10探してそこをバーってやってんけど、日本やったらとかは行けた？インタビューも無理やった？だってあれやもん。その採用がなしみたいな。そう、もう書類が選考がなくなってるから。それもうアプライさえもできんかったって感じか、スポーツに関して。なんかね、今思い出したけど、そのコロナになる前にアプライしてるとこもいっぱいあったんよ。マジで10件くらいはあったと思うねんけど、もう全部今期はなくなりましたか、一旦保留ですのメールが来てたね、ずっと。そう。